ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は2025年ビジュアル解説の再生数ランキングトップ10を発表していきます。再生数以外にもね、各動画の視聴者の男女比とかね、あと海外の紳士たちはどこの国からアクセスしてきているのかということについてもわかりますから、よければ最後までご覧ください。私の動画ね、結構英語のコメントとか来るんですよね。特にカルテジアの解説動画に至っては台湾の掲示板でね、非常に話題にもなったようですね。この辺も見ていきたいかなと思います。では行きましょう。再生数ランキング第10位はルパで、再生数は 21,620 再生でした。動画の中でよく見られている箇所としてはサイズの比較と、あと歩行ということになっております。まあね、ルパは出てきた時からもうピッチピチのボディースーツで、上も下もすんごいことになってるんでね、まあこの辺見られてるのかなっていう感じです。で、こちらが性別の比較になっておりまして、なんと女性が 3% いらっしゃるんですね。いや、こんなチャンネル女性見てねえだろうと思ってる方いると思うんですけども、女性ね、意外といるんですよ。しかもこの 3% ね、まだちょっと低い方なんですね。また上位の地域としてはこうなってますね。まあ日本が一番トップなんですが、90% なんですね。10% 近くは海外で見られてると。で、見ていくと台湾、韓国、あと中国、インドネシアあたりが特に多いっていう感じですね。台湾なんてね、もう 1% に迫る勢いですからね。台湾ちょっと私行ったことないんですけどもね、これでね、非常に興味が湧いてきましたね。で、チャンネル登録者の増加数はなんとこれでプラス313人ということでね、登録いただいた方、ありがとうございます。動画にいただいたコメントはこちらです。性能解説よりこっちの解説を先に見ている自分がいる。見た目変わらないから無凸で OK。このチャンネルの真理だなと思いました。今回もありがとうございました。身体が柔らかいからいろんな体できそう。第9位は椿で、再生数は 21,871 再生でした。椿はですね、発表当時から、ヤンデレ感がえぐいというところでね、大変ね、一部の紳士の方々の中でね、話題となりましたが、再生数としても非常に強いものとなったという感じですね。椿の動画で特によく見られているのが、この寄せ上げ説を提唱しているところですね。やはり椿はね、前から見た時と横から見た時で、明らかにね、バストの形的にね、どう考えても寄せてあげてるだろうというところで、皆さん注目されたのかなと思います。あとは、身長のところと服の破れのところもよく見られてるっていう感じですね。性別の比較はこんな感じになってます。女性がね、1.6% というところでだいぶ落ちてきてるなという感じですね。それでもね、ゼロじゃないっていうところがね、注目かなと思います。で、上位の地域に関しましてはこんな感じですね。なんと日本の割合がですね、90% を割っております。で、台湾がなんと 1% の大台突入という感じですね。台湾の方ね、この動画を見ていらっしゃいましたらね、ぜひコメントお願いします。で、その後、香港、インドネシア、韓国という感じでね、やはりアジア圏の方がですね、基本的には紳士が多いのかなという印象になってます。で、チャンネル登録者がこれプラス297人ということでね、登録いただいた方、ありがとうございます。キャラの香り解説してるチャンネルとかここしかないでしょ。控えめに言っても神と言わざるを得ない。ソシャゲのキャラの解説動画なんてこういうのでいいんだよ。性能の尺の短さほんと好き。続きまして第8位はフローバで、再生数は 22,808 再生となっております。フローバーですね、私もね、もう大好きな、もう名著の中ではね、もう圧倒的に一番好きなキャラクターですね。貫突ももちろんしましたしね、今ね、バイクあると思うんですけどね、もうこれもフローバー以外ね、あんま乗せないだろうと思ってね、もうバイクも真っ赤っかにしててね、非常にいい感じになっております。今後もフラクとしてですね、大暴れしそうなんで、再登場を期待したいところかなという感じですね。動画でよく見られた箇所としてはね、サイズと身長、あと二次創作のとこがね、意外と回ってるんですね。皆さんね、二次創作でね、フローバちゃんちょっと使っていこうかなというところがあったかなと思うんですけどもね、私もそのうちの一人なんですけどもね、そこが気になったのかなという感じがしますね。で、性別についてはこんな感じのバランスになっておりますね。女性が 2% をちょっと上回っているというぐらいの感じですね。椿と比較するとどうでしょうか。フローバちゃんの方が女性の受けが若干良かったのかもわかんないですね。この儚い感じとかがね、一部女性にも刺ったのではないでしょうか。また、地域に関してはこんな感じですね。日本が 93% ぐらいですか。で、台湾、香港、アメリカ、タイという感じになってますね。アメリカがですね、たまにちょこちょこ出てくるんですよね。
アメリカにもね、一部こういうのが好きな同士がいるというところでね、ぜひ、いらっしゃいましたらね、連絡をいただけたらなと思います。で、チャンネル登録者がね、これプラス215人という感じになっておりますね。こちらもね、非常に盛況をいただいたというものになっております。一番役立つ攻略チャンネルと言える。椿は肋骨、グローバの胸骨が浮き出ているのがマジで好き。続きまして第7位はカルテジアで再生数は23,342再生でした。はい、カルテジアですね。カルテジアね、非常に私お世話になってますね。なんせ海外でね、一躍私を有名にしてくれたキャラクターですからね、非常に思い入れがありますよ。で、こちらの動画がね、紹介されました海外の掲示板、こちらですね。台湾の C チャットというところになりますね。でね、これね、台湾語がいろいろ書いていて、ちょっと読めないんですが、これチャット GPT で訳すとどうやらね、紳士的、データ的にゲーム女性キャラの体型を数値で分析する日本の知識系 YouTuber という風に紹介されております。いやー、大変光栄ですね。もう私の辞任通りの紹介をしていただいているということですね。そんなカルテジアですけれどもね、やはり上位の地域見ていくと、日本がトップですが、次台湾がですね、1.2% ということでね、こちら非常に台湾で伸びましたね。いや、やはりね、H というものはね、海を渡っていくんだなということをね、改めて実感したという感じでございますね。ちなみにね、男女比はこんな感じで、女性は 2.2% ぐらいに収まっているという感じです。ちなみにこちらの掲示板のコメントでですね、道ですれ違った一瞬でカップ数を当てられるのかという風な疑問が来ておりましたので、ここで回答しておきますとですね、私ね、このチャンネル活動する前はね、そんな全く分かんなかったんですがね、最近はね、見たらね、分かるようになってきました。ということでね、こちらはイエスと回答しておきたいかなと思います。やっぱりカルテジアの服装ドスケベすぎる W。 見た目が変わらないから無凸でいいわ、真にすぎる。第7位はボクレーで再生数は25,298再生でした。ボクレーは最近出てきたキャラクターなんですが、非常にね、皆さんに見ていただきまして、おかげさまでね、この位置についているという感じです。ボクレーは私の印象としては、名調の中でもかなり貴重な、超ド直球なボーイッシュ女の子キャラというところで、一定の人気をつかんだのかなという風に考察しております。よく見られた箇所としましては、サイズのとこと、あとモーションのとこですね。あと太もものところがよく回ってたかなという印象です。性別の比率に関してはこんな感じで、女性はおおむね 2% 強という感じになってますね。で、上位の国地域に関しましては、台湾が相変わらず上位にいまして、で、香港がですね、ちょっと伸びてきたなという印象になってます。芸能を見る前にキャラのビジュアルをここまで分析してるのはあんただけだよ W。 こんなのがボスって言いながらついてくるんだからたまらん。第5位はカンタレラで再生数は26,064再生でした。カンタレラはね、もうゴリゴリの大人のお姉さんという感じで突如現れた女性という感じになっております。こちら復習のために改めて見ておきますけれども、公式 PV がこれでしたからね、このね、耳を澄ますと聞こえてくるこの奥の方で鳴ってるこの音でよく眠れたという方も多いんじゃないでしょうか。私もそのうちの一人です。またカンタレラの動画はですね、中身も非常によく見られまして、もうサイズから揺れ、足、服装までね、ずっと高水準で見ていただいているということになってますね。生物差はこんな感じになってますね。カンタレラに関しては女性もっと低いかなと思ったんですけども、意外と 1.6% 耐えてるという感じになってます。上位の地域に関しては、こちらも日本が 90% 割っておりますね。で、台湾がなんと 1.5% ということで、もういよいよ 2% 来るじゃん、これっていう感じになってますね。で、インドネシア、香港、韓国という感じになっております。あまりにもでかすぎてストーリー中にパイにしか目がいかなくて困る。重要な話しててもカンタレラが歩き出したらそこにしか目がいかない。第4位はザンニーで再生数は27,213再生でした。ザンニーはツイッターです。一番最初に発表された時から私鮮明に覚えてますね。私この時ね、たまたまちょっと仕事中だったんですけれどもね、スーツを着たね、もうすんごいものが真ん中にぶら下がってるお姉さんが突如して現れましたからね、もうまず叫びたくなったなというのを覚えてます。動画につきましても、サイズのところと、あとウエストヒップのところ、あと歩行のところがですね、皆さんよく見られたなという感じになってます。男女比率につきましても、女性が 2% をやや下回ったかなという感じですが、おおむね安定してるなという感じですね。地域につきましてもこんな感じになってます。こちらはですね、意外と日本の方が割合が高くなっておりまして、台湾が 0.3%、
で、香港、韓国、あとタイという感じになってますね。まあ、こうして見ると、台湾の方は、まあ、どうなんですかね。意外と、女っぽい感じというよりは、ちょっと年齢低めの方がいいのかな。椿とかね、カルテジアとかね、この辺台湾1%を超えてるんですけどね、まあ、この辺の方が好みなのかなというのがだんだん見えてきましたかね。最後の強いらしいという解説者にあるまじき発言大好き W。 新キャラジストそれで大体のナルシオ YouTuber が火力やらローテやらを詰めてる中で毎回完全に別ルートで詰めてるのさ。第3位はフィービーで、再生数は27,579再生でした。フィービーは一部の紳士の方の心に直球で届いたクリティカルヒット級の超絶ウルトラキャラクターですね。そしてフィービーはね、非常に厚着なんでね、このね、大きさがね、大きいのか小さいのかどうなんだっていう議論がね、一部で騒ぎになってたと思うんですけれども、やはり動画を見てみるとね、よく見られた箇所としては、サイズの比較とか、あと服装のところが特に見られてたかなという感じになってます。性別のバランスはこんな感じで、まあ女性が相変わらず 2% ぐらいかなという感じに収まっているという状況ですね。地域を見ますと、まあ日本が 90% ぐらいで、まあ台湾が 0.6% で、その他が香港、インドネシア、中国という感じになってます。まあ、なんせフィービーはですね、名調のこのタイツの技術をこれでもかと世界に示した最強キャラの一角になってますからね、もうこのタイツを見ただけで、あ、このゲームは本気なんだなということがよく伝わってくる、非常に優れたデザインになってますからね、今後もいろいろとお世話になるかなと思います。他のチャンネルであれば多くの時間が割かれるところの性能解説を数秒で片付けるの好き。これはもう投稿主が名誉フィービー研究者と言っても過言ではないでしょう。第2位はフルールドリスで、再生数は36,736再生でした。いやー、フルールドリス、やはり強いですよね。私、フルールドリスの動画2本上げてるんですけれどもね、これ2本ともね、この順位に入ってきます。とにかくフルールドリスが出てきた時はもう、界隈が非常に騒がしくなりましたからね。なんせ、この手のゲームでも非常に珍しい巨女ですからね。しかもそれがプレイヤブルで来るということですから、もうね、その珍しさとね、フルールドリス特有の圧倒的なフェミニンな感じでね、非常に多くの方に見ていただいたという感じになっております。動画の中身としてよく見られたところは、やはりサイズとあと身長ですね。目の前にいたら一体どれぐらいの大きさなんだというのがもうやはり気になるキャラクターの一角かなという感じです。性別比といたしましては、女性が 3.4% で、ついに 3% を超え始めているというのがこの辺りになってきてますね。やはり男女ともに魅力を感じるキャラクターの一人と言っていいでしょう。また上位の地域ではこんな感じになっておりまして、相変わらず台湾が上位で、そしてまた来ました。はい、アメリカ合衆国 0.4% ですね。で、次いで香港とマレーシアという感じです。アメリカ合衆国はフローバの時も上位に入ってきた国になってますね。やはり彼らは何でしょうかね。どちらかというと、闇を抱えつつも戦う女性というのに惹かれる傾向があるんですかね。これはアメリカ合衆国のオタクの中でも同じ認識ということでしょうか。フルールドイスはね、カルテジアと変身して大きくなるというところもありまして、一粒で二度美味しいというところもありますしね。フルールドイスのようなキャラクターを作れるんだったら、あれもこれもいろいろできるんじゃないかっていうね、そういった妄想、期待をどんどん膨らませてくれますからね、今後にさらに注目という感じでしょう。身長 241cm くらいの女性の標準体重は、なるほどデカデカお姉さん本当に好き。では第1位の発表です。第1位はもうね、彼女しかいないというのが皆さん頭の中にあるでしょう。第1位はチサで、再生数は 44,697 再生でした。チサはね、ここ最近出てきたキャラクターではあるんですが、もうね、圧倒的でしたね。チサはもうね、あらゆるツボを抑えてる最強キャラクターと言っていいでしょう。日本モチーフでとどまらず、後輩属性とかね、下着のディティールとかですね、髪の揺れに至るまでね、もう細部の細部までこだわり抜かれたキャラクターだという風なことがよくわかる感じになってます。すべてにおいて圧倒しました。私、チサのおかげで X でも2回万抜しましたしね、感謝の念を込めまして、もちろん完突いたしました。動画の中身としてよく見られている場所はサイズと、あと可愛いモーション、そして太ももですね。やはり皆さんね、チサのどこに注目しているかというところが分かりやすく出たかなという感じがします。
性別バランスについても男女比でこんな感じですね。女性は相変わらず 3% を超えつつあるという感じになってます。一方で上位の地域を見てみますと、なんと日本の割合が他のキャラクターに比べて高いんですね。上位の地域には台湾、香港、そしてまた来ましたアメリカ合衆国、そして韓国という感じになっておりますね。ただ日本が 96% ほどあるというところで、やはり日本モチーフのキャラクターで日本に特に刺さったということでしょモーション中にスカートが揺れてチラチラ見えるのが本当良くない。ありがとう。近くの黄金率も素晴らしいですね。う。では最後に惜しくもランク外だった動画を見ていくんですけども、12位からざっくり上位は水着の調理、水着のカルロッタ、ショアキーパー、普通の調理、リンネーちゃんとなっております。リンネーちゃんはね、最近、もう本当にキンキンで出てきたキャラクターですからね、まだまだ伸びていますから、ここからどこまで行くかというところを期待したいところです。今後も引き続きね、女性キャラクターの魅力を最大限皆さんにお伝えしていければなと思いますから、ぜひ今後とも何卒よろしくお願いします。というわけでいかがだったでしょうか。私ね、動画を上げるたびに思うんですが、事前の自分の中の予想と動画を上げた後の再生数に結構乖離があるんですよね。例えば、ユーノなんて今回のランキングは20位でしたが、もっと伸びるのかなと思っていましたし、逆に僕らはそんなに伸びないんじゃないかなと思って出したらめちゃくちゃ伸びたりですね。本当にね、出してみないとわかんないなっていうところがね、非常に強いのがあってね、それが面白さでもあるというところがありますね。今年も頑張っていきますので、皆さん何卒よろしくお願いします。この動画についてご指摘、ご感想ありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後も女性キャラクターの情報いろいろ出していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、ももかんでした。ではまた。